自民党も維新の会の連立も組まれることに進歩する可能性が高いけど、どう思いますか？維新はね、僕結構赤岡だと思ってるんで、むちゃくちゃな条件つけて連立しないっていうパターンあんじゃねえかなって思ってるんですよね。めちゃくちゃな条件つけて連立にならないっていうパターンと、あと高市さんは総理になりたい人なんですよね。総理になって何をしたいっていうのを明確に言ってるのあんま聞いたことがなくて、こういうことやれたらいいよねとか、こういう方針ですとかっていう、その場その場で右側の人が喜ぶようなことは言ってるんですけど、今までの自民党ではできなくて、高市さんがやることでこういうことを実現したいみたいな哲学を語ってるのは、僕が見たことないだけかもしれないですけど、多分総理になることが目的の人なんだろうなと思ってて、そう考えると、その公明党を切って多分今後自民党って選挙弱くなると思うんですけど、自民党が選挙弱くなる、自民党が弱体化するのも含めて自分がやったるぜってなってると、総理になるためだったら、いやそれ飲んじゃダメでしょっていう条件も飲んじゃう可能性があって、それはそれで面白いなと思って、何をするかじゃないんだよね。結局何かを実現したいかどうかと、これをやります。総理大臣って法律を作るは別にして、この予算をこれに使いますって決める人で、働くのは官僚なのよ。何をしますっていうのを言ってくればいいんだけど、馬車馬のように働きます。だから何をしたいかを決めるのが総理大臣なのに、一生懸命働くは官僚の仕事じゃねって思っちゃうんだけど、田中角栄は分かりやすいよね。日本中に道路を作ってひたすら日本がこう良くなるようにするインフラを作るとか、収入倍増計画、池田内閣だっけ、日本人の収入を倍にするんだとか、三種の神器とあの時代に言われたカラーテレビ、クーラー、車だっけ、自家用車、これをみんなが買えるように、所得倍増計画かっていうのを買えるようにするんだとか、これを実現するんだっていう明確な分かりやすい目標っていうのをなんかね、今の人たちないんだよね。玉木さん、手取りを増やすとかふわっとしてるよね。これさ、みんな言うじゃん。手取りを増やしたくないですって言ってる総理大臣いないじゃん。手取り増やす、それはそうだろうねみたいなね、明確な目標を立てる、これをやるんだっていう覚悟みたいなのが最近の政治家ってあんまないよね。言わない方がやっぱ人気なの。そういうもんなの。言わないのが普通なの。石破さんもさ、結局なんか大津労働主義やるって言っててやんなかったしさ、そういう意味でいくとなんかね、みんな覚悟があってやりたいんじゃなくて、総理大臣になりたい人たちっていうのが順繰りになってるだけなんだろうなっていう気がするんだよね。だからそういう意味でいくと社会保険料を減らしますって言って落選した人たちとかがいる維新は、なんかちょっとおかしなことを主張してくれるんで面白いんじゃないかなっていう気がしてますけど。あ、石破さん防災庁とか言ってたね。やんなかったね。アベノミクスも結局アベノミクスとは言ってるけど、具体的にどうなるのかよくわからない表現をしてたからね。そういう意味でいくと、所得を倍増するとかって倍増できなかったじゃないかって文句言われるから、アベノミクスですとかサナエノミクスですとか雰囲気を出しとくっていうので採点不能な状態にするが正しいのかもしれないですね。小池都知事が7つのゼロとかいうのを確か公約に挙げていて、花粉症ゼロ、満員電車ゼロ、あと電柱ゼロだっけ、あと4個ぐらい言ってんだけどさ、いやできてねえじゃんってやっぱ突っ込まれるんだよね。僕もさすがに満員電車ゼロは無理だろうなと思ってるから、それはできない目標を立てるのはいかがなものかなとは思うんだけど、でもやっぱりその出してくれた方が夢あるよねとは思うんだけど、そう考えると叩かれないためには実現が難しい目標を立てないっていう、これで成功したんですよ。皆さん小池都知事褒めてあげてください。小池都知事はね、待機児童ゼロという公約を挙げて、でその結果日本の特殊出生率は今ね 1.6、1.4 とかなんですけど、東京都は出生率1を切って 0.99 にしたんですよ。そのおかげで子供がめちゃくちゃ減ってるから待機児童ゼロ。それは保育園も幼稚園も空きができます。なぜなら子供が生まれないからっていうね。いや、さすが公約実現して優秀ですよね。いややっぱね、優秀な人を都知事に選んだ皆さんのおかげでね、公約達成できてよかったんじゃないかなと思います。はい。先日とある記事のコメント欄で、愛国心があるとネトゲ扱いされると右翼の人たちが文句を言っていましたが、右翼も右翼で海外、特に韓国、中国を少しでも評価しただけで、反日や工作員だとこじつけてパイク扱いし、左翼だけを一方的に攻撃したコメントを支持していました。左翼に変人が多いのは否定しちゃうんですが、違う思想の相手にレッテルをする手を右翼も出して変わらず、正直どっちもどっちだと思いました。皆さん、右翼と左翼についてどう思いますか？右
力と保守が結構イメージの問題になっていて、保守というのはある程度普通の人も保守になるよね。なぜなら保守というのは基本その今までの伝統を維持しようという昔ながらの文化をそのまま残そうとする人。で、革新というのは今までの価値観というのを変えたりシステムを変えようという人。なので保守と革新っていうのはある程度こういう考え方の人たちは保守とくくられるよね。革新とくくられるようになるんですけど、右翼と左翼というのが保守と革新とはまた別の話になってるんですよね。例えばじゃあ NHK をぶっ壊すというのは右翼か左翼かっていうと、これ結構難しいんですよ。NHK というのが、もう NHK って戦後できたの？俺いつできたのかわかんないんだけどさ、もう5、60年続いてるわけじゃん？国営放送ではないんだけど、独立行政法人だけど、ほぼ国営放送？ NHK 受信料払わないと、払ってくださいねって法律が作られるぐらいで、なので、日本にもほぼ昔からありますと、僕が生まれた時から NHK あるんだけど、っていうので、これをなくすべきだというのは、革新であるというのも確かに言えるんですよ。でも別にその NHK をなくすべきであるというのを自称保守の人も言ってたりするんですよね。一応今自民党が参議院では NHK 党と組もうとしてるんですけど、でそうするとそれは革新にはなるんじゃないですかとか、一個一個のテーマによって革新なのか保守なのかって結構難しいんですよ。例えば自民党がマイナンバーカードというのを作ってそれを進めていますと。で日本には昔からマイナンバーカードというのはありませんでした。じゃあこれ革新じゃん？紙の保険証をなくそう。で、これって変化じゃん。じゃあ、これ革新じゃんってなるから、じゃあ、革新イコール左翼なのって言うとそうでもないんですよ。で、保守と革新を右翼と左翼に分けようとすると、結構ややこしいので、なのでね、あんまりこのね、右翼と左翼というのをいちいち分けるのが結構難しくて、ざっくり右翼と左翼に人を分けたがる人たちっていうので、物事の複雑さが受け止められない人たちっていうのがいるんですよ。物事の複雑さが受け止められない人たちというのは、例えば外国人移民というのが来た方が良い。はい、左翼。みたいな。で、僕は金が稼げる外国人労働者はいくらでも来た方がいいと思ってる派閥なんですよ。収入の低い外国人というのが入ってくると、そのせいで日本人の賃金の平均も下がってしまうし、収入低いやつが来ると治安も悪くなるから良くないよねって言ってるんだけど、でもじゃあ僕が金稼げる外国人どんどん入れた方がいいよねって言うと、外国人移民賛成派、はい、ひろゆきは左翼みたいになったりするんですよ。でも僕は金の稼げない外国人は入れるべきではない。観光ビザで来て、ビザが切れるまでいて、その後、俺難民っすみたいなやつは、いやいや、お前、もう来なくていいよと。一定の割合で難民申請をし続けて拒絶させるような国だったら、僕はその国の観光ビザ自体の発行をやめるべきだと思ってるんですよ。もしくは観光ビザの発行手数料を結構高くするとかね。っていうのだけど、これを言うと、外国人が入ってきづらい国になるから、ひろゆきは右翼だとかって言われるんですけど、僕の中ではこういう場合はこう、こういう場合はこうって複雑な話をしてるんですけど、でもやっぱ頭の悪い人って外国人入れるイコール左翼、外国人入れないイコール右翼みたいな、単純に物事を理解しようとするんですよね。何か一点がこうっていうと、じゃあそれで左翼とか、一点でこれは右翼って決めがちっていう。頭の悪い人たちが発言の自由をもう手に入れるようになって、で、しかも頭の悪い人たちって結構YouTube ショートだったり、TikTok だったりの影響を受けやすいので、そういう意味でコントロールされやすくなってるっていうものだと思うんですよね。なのでコントロールされやすくなってる人たちをいかにコントロールするかっていうのが割と先進国、アメリカでも日本でも行われるようになってて、自民党とかもショートちゃんとやんなきゃいけないよねみたいになったりとか、立憲民主党の TikTok 上げ始めたりとかしてると思うんですけど、っていう感じで複雑なことが理解できない、単純に物事を理解しようとする、ショートで物事を受け止めようとする頭の悪い人たちっていうのにいかにこびるかっていうのを今の政治家は始めてるんですよね。結局政治というのは有権者の投票によってできるので、頭のいい人に納得してもらうよりアホ騙す方が楽なんですよね。アホの借り合いが始まるんですよね。頭のいい人に説得して理解してもらうためには、例えば社会システムの仕組みがこうで、人口比率はこうで、これが東京はこうなんだけど地方はこうなんですよみたいな、いろんな仕組みを理解してもらって、初めてこの仕組みの方がいいよねっていうので、あ、確かにねって言ってやっと一票っていう人より、外国人挨拶しましょう。一票ください。そうだよねっていうのに票もらった方が全然効率いいんですよ。なのでこれからアホの借り合いが始まるので、皆さんアホ向けの動画がいっぱい出てくるんじゃないかなと思いますけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、
そちらから購入できます。よろしくお願いします。